どうもベニマルでございます。またすごい機材が日本に上陸してまいりました。モッドドワーフはマルチエフェクター、アンプシミュレーター、そしてバーチャルモジュラーの要素を兼ね備えた機材です。もう全部載せみたいな感じですね。PC とかタブレット上でこういうグラフィカルなエディターを利用して自由に分かりやすく音作りができるよといった特徴があります。かなり奥の深い機材で細かく紹介するとものすごい時間がかかるんですけど、どういったことができるのか、何が強いのかというのを手持ちのマルチやらゾイヤやらといろいろ比べたりもしながら紹介してみたいと思います。まずはこのモッドドワーフでどういったことができるのかざっくり見てみましょう。一つはアンプシミュレーターマルチエフェクターとして、さらにはゾイヤみたいにモジュラー式の面白いエフェクトとして、はたまたギターシンセとかそういう使い方も得意です。極まるとキーボードをつないでシンセサイザーとして使えたりもするんですが、こんな感じでなかなかに奥が深そうだというのがわかると思います。ではあれこれ言葉で説明するよりも実際に一応音を作ってみましょう。このモッドドワーフ、最初にして最大の特徴なんですが、基本的に PC、タブレットのエディター上で音を作ります。本体はあらかじめつまみやすい位置に役割をアサインしておいて調整するような感じで、ゼロから音を作る場合はエディターでやってねという潔い割り切りがあります。で、これがまず最初空っぽの状態。例えばオーバードライブ作るかと思ったら、下の方にディストーションというタブ、これを選ぶとずらーっといろんなエフェクトが出てきます。ビッグマーフっぽいやつとか DS1 っぽいやつとかいろいろあるんですけど、試しにチューブスクリーマーっぽいやつを選んでポイーと持ってきます。つまみとかは実際のエフェクターみたくひょいひょいいじれるんですが、これをねビヨーンとケーブルでつないであげると歪みエフェクトの出来上がり。これにディレイを足したければ、今度はディレイのタブから選んで持ってきます。で、ケーブルをつなぎ直してあげると。これケーブル好きなだけパラレルに分裂させることができるので、分岐させてミキサーでまとめたりとか、スイッチャーでグルーピングしたりとか、あと結構いいのがこうやって雑にクリーンミックスさせると簡単にクリアさが得られたりします。使わないエフェクトはポチッとオフにもできるので、本当にペダルボードみたいな感覚で音を作れますね。エフェクトの種類が結構多くて、モジュレーションとかリバーブとか基本的なものは一通りあるのと、結構良いのがこういう本格パラメトリック EQ とか、あと面白いのだとグリッチ系。これなかなか良いですよね。それでも物足りないよという人のために MIDI とかモジュラーシンセの要素も豊富に取り揃えております。
シーケンサーとか LFO とか、これを使えばゾイヤみたいにエフェクトのパラメータをガシガシ動かすこともできます。こんな感じでモッドドワーフはグラフィカルなエディターのおかげで自由なパッチングを分かりやすくすることができるよと言ったわけでございます。ここでエディターが優秀なのは分かりましたと。じゃあ本体の方はどうなんでしょうかというと、最初にも言ったんですけど、モッドドワーフはゼロからの音作りはエディターでやります。で、本体のつまみやスイッチ、これはあらかじめ好きなパラメータを設定しておいて使うというスタイルになります。例えば今ゲイン、トーン、レベルと表示されてますけど、これは歪みエフェクトの3つのパラメータをセットしてます。で、隣のボタンを押すと今度はディレイのミックスとか出てますね。これパッチごとに最初は何もセットされてなくて、自分でエディターから好きなパラメータを選んでつまみやフットスイッチにアサインすると。ページ切り替えなんかもできるので、数が足りなくなるってことはあんまなさそうです。これ作り込めば自分の好きな操作を厳選してやれるよという反面、本当に自分でね全部セットしないといけないんで、最初自動でセットしてくれたらなという気持ちはあります。という感じでモッドドワーフという機材のことがある程度分かりましたと。じゃあ他のマルチエフェクトとかバーチャルモジュラーと比べてどうなんでしょうかということで、いろいろ見比べながら掘り下げてみましょう。モッドドワーフかなり尖った考え方持ってるので、スタイルにねよって合うとこ合わないとこあると思います。例えばモッドドワーフ最大の特徴であるこのエディター、これ良い点として圧倒的に見やすいですよね。何がどうなってんのか一目でわかるので変更もしやすいです。特にゾイヤ使ってる人なんかはこのありがたみがわかると思いますね。反面このエディターを使わないとパッチが作れないので、出先とかでパッと思いつきを試したりするのが難しいです。出先でねゼロからやるってあんまりないかもしれないんですが、今ここにリバーブ足したいなと思っても足せないというシーンはあるかもしれません。なので使うかもしれないエフェクトはもうオフのままセットしておいて、必要になったらオンにしてセーブするみたいな、そういう工夫が必要になってきますね。もう一つの特徴として他の機材と比べても自由度はかなり高いです。仮にゾイヤみたいな複雑なことはしないとしても、例えば線をパラレルにしたり、分岐させて切り替えたりとか、そういう普通のマルチエフェクターではあと一歩融通が利かんなということが自由にできるのは良いです。とにかくモジュールが多いので、ゾイヤとかビーボーとかと比べてもやれることは一番多いんじゃないかなと思います。ただ一個残念なのが CV エクスプレッションの端子がないところですね。MIDI 経由でなんとかなるっちゃなるんですが、これ1台プラスエクスプレッションペダルだけ持って GO みたいなのができたら個人的には嬉しかったなと思います。最後に、せっかくアンペロ2があるのでサウンドをね比べてみたいと思います。ドワーフのアンプシミュレーター、この部分の紹介も兼ねて試しに JCM800 っぽいモデルをそれぞれ選んでみましょう。アンペロ2がやたらハイファイなキャラクターっていうのもあるんですけど、ドワーフの方は相対的にマイクで撮りました感というか IR っぽさがありますね。元ドワーフ使ってて思うのは、全体的にバキッと感は出しにくいんですが、厚みのあるサウンドが得意ですね。キャビネットで言えば自分の好きな IR 使ったりもできるんですけど、このパラメトリック EQ がかなり優秀なので、これで自分好みに調整するのが良いと思います。アンプ趣味はそんなに種類があるわけじゃないので、実在するブランドのアンプを試すというよりは狙った音を EQ とかで作っていくという感じが良いと思います。
あとはライブで気になる音切れですが、パッチをガラッと切り替えると正直めっちゃ時間かかります。じゃあダメなのというと方法があって、同じパッチでもセッティング違いの状態をスナップショットってね、保存できるんですね。これを保存しておけば瞬時に切り替えできます。なのでバッキングとソロで違うパッチを作るんじゃなくて、同じパッチの中でセッティング違い、オンオフを変えて保存しておくみたいな使い方にするのが良いよということですね。ということで、モッドドワーフの紹介でした。しっかりとね、入念に準備というか、サウンドを作り込むスタイルの人にはかなりの武器になる機材だと思います。自分もかなりがっつり使い込んで見てるんですが、もうできないことはないっていう感じで、応用力ピカイチです。結構モジュールの開発とか、フォーラムが活発っぽくて、今後もいろいろね、追加とか展望が望めるのが良いです。あと自分はまだ試せてないんですけど、エイブルトンライブみたいに MAX でゴリゴリ開発もできるっぽくて、その辺含めても応用力高いなと思います。そんな感じのモッドドワーフ。結構プレイスタイルを選ぶ機材かなと思いますが、最強の1台になりうるポテンシャルを持った機材ですので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。